こちら、アンゴラです。現物資産のトークン化が爆発的に増加しています。300億ドル突破 !RWA そこで今回は、現実資産のトークン化の状況を分析し、RWA が暗号資産市場に与える影響と、RWA バブルが来たらどのコインが買いかを予想します。リアルワールドアセッツ。略して RWA はトークン化された現実資産のことです。現実資産とは、例えば株や債券などの証券、金や銀などの貴金属、不動産、美術品など現実世界に存在する資産のことです。現実資産には取引できる場所や時間に制限があったり、一口当たりの価格が高額になりやすかったりする欠点がありますが、RWA はこの常識を破壊します。現実資産のトークン化によって24時間365日世界中の投資家を相手に取引が可能になり、トークンを小分けにして数円単位の少額取引も可能になります。さらに、スマートコントラクトで取引を自動化することで、仲介者を通さず、素早く、安く、安全に取引が実行できるというメリットがあります。世界初の RWA が発行されたのは2014年。法定通貨の米ドルを裏付け資産としたステーブルコインという RWA がビットコインのブロックチェーン上に発行されました。なお、ステーブルコインは広い意味で RWA に含まれますが、市場規模が大きいため RWA とは別枠で扱われることが一般的です。次に、2015年にイーサリアムが誕生。2016年に金を裏付け資産とした RWA がイーサリアム上に発行され、その後多種多様の RWA が発行される時代へとつながっていきます。これは RWA の総価値の推移です。集計対象は株、債券、コモディティ、不動産などの主要な RWA で、美術品、知的財産権、高級品などの個別の鑑定が必要な RWA や、銀行間だけで動いているような特殊な資産は集計対象外となっています。2023年までは20億ドル以下、2024年4月は22億ドル、2025年4月は88億ドル。今年2026年4月に過去最高の309億ドルをつけました。日本円で約5兆円。このように RWA の総価値は年々売買ゲームのように爆増しています。内訳を見ると、金額1位は米国債の148億ドル、2位はコモディティの54億ドル、3位は担保付き債券の23億ドル、4位は特定資産ファイナンスの16億ドル、5位は米国以外の国債で13億ドル、6位は株式の11億ドルとなっています。これは RWA 総価値のカテゴリー別占有率です。全体を 100% として、それぞれの資産が何%を占めているのかを表しています。2022年までは金を中心にコモディティが大半を占めしていましたが、2023年以降は米国債が急増し、2025年に最大 68% まで占有率を高めています。2026年現在は米国債が 49%、コモディティが 17.9% で、この2つで 67% を占めています。RWA のホルダー数も爆増していて、現在は73万。以上のように、現実資産のトークン化とホルダー数は共に爆発的に増加しています。次に、現実資産のトークン化の勢いは今後も続くのかについて、それを予想する上で重要になってくるのは、アメリカの証券取引所の動きです。ナスダックは SEC に対し、トークン化株式を従来の株式と同じ板で取引できるようにする提案をし、
今年2026年3月に承認されました。さらに企業がトークン化株式を発行するための共通規格を発表したのと、クラーケンの親会社と提携し、証券市場とオンチェーン市場の間でトークン化株式を相互に移動できるブリッジの開発を進めるなど、RWA の流通インフラ作りにかなり踏み込んでいます。一方、ニューヨーク証券取引所は今年2026年3月に RWA プラットフォーム企業のセキュリタイズと提携し、トークン化証券プラットフォームの開発を発表しました。既存金融が求める24時間取引や即時決済という効率化に対し、アメリカの主要証券取引所が足並みを揃えて動き出したことは、現実資産のトークン化の勢いが今後も続くことを強く示唆しています。現在の株式の RWA 総価値は11億ドル、シェアは 3.8% と、米国債やコモディティと比べればまだ初期段階ですが、株式の時価総額は米国債を圧倒的に上回っているため、規制や市場インフラの整備が進むことで急拡大を見せるポテンシャルを秘めています。次に RWA の普及が暗号資産市場に与える影響について、今までの暗号資産市場は値上がり期待やレバレッジ取引といった投機色が強い部分がありました。そこに RWA が入ってくると、ブロックチェーンは投機の場所だけでなく、現実資産を浮かす金融インフラとして使われるようになります。分散型金融の DeFi では扱える担保の種類が増え、利回り商品やレンディング市場の質が向上することでしょう。その結果、機関投資家の参入が増え、決済手段としてのステーブルコインの需要がさらに高まり、巨額の資金流入を通じて、市場全体に大きなプラスの影響を及ぼすのは間違いありません。以上を参考に RWA バブルが来たらどのコインが買いかを予想すると、イーサリアムと予想します。RWA バブルではどの企業が RWA を発行するのかよりも、どのブロックチェーンに最も多くの RWA が集まるかが投資判断の重要なポイントになる可能性があります。なぜなら、RWA のシェアを握ったブロックチェーンでは、オンチェーン上の交通量が爆発的に増え、RWA を動かすたびに手数料が発生するからです。つまり、世界中の機関投資家が RWA を利用するほど、そのブロックチェーンのトークンに対する超巨大な実需が生まれることになります。これはブロックチェーン別の RWA 規模ランキングです。全ブロックチェーンの RWA 時価総額は282億ドル。そのうち1位はイーサリアムで176億ドル。2位は BNB スマートチェーンで38億ドル。3位はソラナで17億ドル。このようにイーサリアムが2位以下を大きく引き離し、イーサリアムだけで全体の 62% を占めています。さらにトップ10のうちアービトラム、ベース、マントルの3つはイーサリアムのレイヤー2です。イーサリアムは分散性の高さ、長年の実績、標準規格の充実、開発者の多さといった強みを持っているので、機関投資家が最も安心して使いやすい土台と言えます。個別の RWA 銘柄を狙う戦略もありますが、長期的な視点に立てば、あらゆる RWA が集まる巨大な中心地こそが、最も確実かつ大きな開発を手にすると予想します。その中心地に君臨しているのは、やはりイーサリアムです。今回の話が参考になったら、グッドボタンをお願いします。今後も投資判断に役立つ深掘り情報を解説していきます。次回の動画を見逃さないよう、チャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。